のささやきの朗読やあれは大学の頃の話だ。夏休みに友人と二人で山に登った。有名な山ではない。地元の人が散歩で登るような低い山だ。登山道も整備されていて、危険な場所はほとんどない。昼過ぎに登り始めて、夕方には降りる予定だった。途中までは普通の山だった。木の階段、古い案内板。時々すれ違う登山者。だが山の中腹まで来た頃、人の気配が急に減った。道も少し荒れてくる。その時友人が言った。この先、あんまり人来てないな。確かにそんな感じだった。登山道の横には深い谷がある。木が生い茂って、そこはほとんど見えない。風が吹くと木が揺れて、ゴーッと音が響く。俺たちは少し休憩することにした。道の端に座り、水を飲む。その時だった。助けて。小さな声が聞こえた。俺は顔を上げる。今、なんか聞こえた？友人も同じことを思ったらしい。ああ、聞こえたよ。二人で谷の方を見る。だが誰もいない。木ばかりで人の姿は見えない。俺たちは立ち上がり、谷の方へと近づいた。その時また声が聞こえてきた。今度ははっきりと。助けて！女の声だった。谷の下から聞こえてくる。すると友人が言った。誰か落ちたんじゃないの？俺もそう思った。もし人が落ちていたらすぐに助けないと危ない。俺たちは谷の斜面を覗き込んだ。だが見えるのは木だけだった。そこは深く、ほとんど見えない。その時だった。また声が聞こえてきた。今度はすぐ近くで。助けて！俺たちは顔を見合わせた。声の位置がおかしい。さっきまでは谷の下だったのに、今はすぐ後ろから聞こえてきた。俺たちは同時に振り返る。だが後ろには誰もいない。登山道には俺たちだけだった。さっきの声は確かに近かった。すぐ後ろ、耳の横で聞こえたくらい近い。友人が小さく言う。今、後ろから聞こえてきたよね。俺も同じだった。谷ではない。すぐ後ろだった。だが誰もいないんだ。風だけが山を通り抜けていく。その時また聞こえた。助けて。今度は谷の下だった。俺たちはもう一度谷を覗き込む。だがやっぱり何も見えない。ただ木が揺れているだけだった。友人が言う。声だけ上に響いてるのかな？確かに谷では声が反響する。だが何かおかしかった。距離が近すぎるんだ。それに声がはっきりしすぎている。人が落ちているのなら、もっと弱い声になるはずだ。その時だった。ガサッと谷の斜面で音がした。俺たちは一斉にそっちを見た。木の間に何かが動いた。白いもの。人だった。長い髪の女が斜面に立っていたんだ。だがその姿を見た瞬間、俺たちは動けなくなった。女が立っている場所がおかしい。そこはほとんど崖なんだ。普通の人間が立てる場所ではない。しかも女の足は
地面についていなかった。少し浮いていたんだ。そして女はゆっくりと顔を上げる。髪の隙間から青白い顔が見えた。そして口を開いた。助けて。その声はすぐ後ろから聞こえてくる。耳元だった。俺は思わず振り返る。誰もいない。だが次の瞬間、友人が突然前に歩き出した。谷の方へまっすぐ、崖の方へ。俺は慌てて叫んだ。おい、行っちゃダメだ。だが友人は止まらない。ふらふら歩きながら小さな声で言った。呼んでるんだ。そして崖の端まであと一歩のところまで行った。友人は止まらなかった。崖の端までまっすぐ歩いていく。足元は崩れやすい土で一歩踏み出せば落ちる。俺は慌てて走った。何やってんだと言う。だが友人の体は妙だった。力が抜けているんだ。目の焦点も合っていない。友人は谷の方を見たまま言った。呼んでる。下にいるんだ。その瞬間だった。助けて。また声が聞こえた。今度ははっきり。崖の下からではない。俺のすぐ後ろだった。背中のすぐ後ろ。耳の近く。俺はゆっくりと振り返る。今度はそこに立っていた。長い髪の女。青白い顔。そして目だけが異様に黒かった。女は俺のすぐ後ろで崖の下を指していた。そしてまた言った。助けて。その声は下からも聞こえてくる。同じ声、同じ言葉。俺はゆっくり谷を見た。そこで本当に気づいてしまった。谷の底、木の隙間に何かが見えた。白い女の服、地面に倒れている。体は動かない。顔も見えない。だが長い髪が広がっていた。そしてその女は崖の上を指さしていた。つまり今、俺の後ろにいる女を。その瞬間、友人の体が急に軽くなった。腕がすり抜ける。友人は一歩前に出る。そしてそのまま谷に落ちた。ドサッという鈍い音が下から聞こえた。俺はしばらく動けなかった。そして恐る恐る後ろを振り返る。もう女はいなかった。その後救助隊が来た。友人は谷の途中の木に引っかかっていて、命だけは助かった。だが友人は今でも言う。落ちる直前崖の下から何人もの声が聞こえたらしい。同じ声、同じ言葉。助けて。そして救助隊が谷の下を調べたとき、古い骨がいくつも見つかったそうだ。全部谷の下を見上げる形で転がっていたらしい。まるで上にいる誰かに助けを求めるみたいに。この話を思い出すのは、決まって山の地図を広げた時だ。どの地図を見ても、あの尾根だけは線が曖昧で、名前も載っていない。最初にその尾根の話を聞いたのは、地元の漁師からだった。酒の席で何気なく山の話題になった時のことだ。そこは登る場所じゃない。理由を聞いても、漁師は
それ以上説明しなかった。危険だからでも、道がないからでもない。用がないという言い方だけが妙に引っかかった。実際にその山に入ったのはその数年後だ。登山道の整備計画で周辺の地形を確認する必要があった。正規ルートから外れることはなかったが、問題の尾根が視界に入る位置まで行く予定だった。山に入った朝、妙な静けさがあった。鳥の声が少なく、風も弱い。天候は安定しているのに、山が息を潜めているようだった。尾根が見える地点に近づくにつれ、同行者の口数が自然と減っていった。誰かが何かを感じ取っているのははっきりと分かった。あの漁師の言葉が頭の中で何度もよみがえった。登る場所じゃない。それでもその時は引き返さなかった。あの尾根がこちらを選んでいたことに、その時は気づいていなかったんだ。尾根が正面に見えた瞬間、空気が変わった。冷えたわけでも湿ったわけでもない。ただ音が一段落ちたように感じたんだ。足音はする。呼吸も聞こえる。それ以外が抜け落ちていた。尾根へ続く獣道は途中で途切れていた。不自然なほどきれいに。踏み固められていた痕跡だけが残り、その先が空白になっている。その空白の向こうに白いものが見えた。最初は岩肌が光っているんだと思った。だが輪郭が揺れている。縦に長く背中のような曲線を描いていた。距離はある。それなのに異様にはっきりと見えた。動かない。こちらに背を向けて尾根の向こうを見ている。獣なら気配でこちらに反応するはずだった。人なら衣服の色や形がわかる。だがどちらでもない。同行者の一人が小さく息を吸った。声を出そうとしたんだと思う。その瞬間、白い背中が動いた。歩くというより位置がずれる。地面との接点が見えない。足音も草を踏む音もない。それなのに距離だけは一定だった。追えば追うほど縮まらない。行くな。背後から声がした。振り返るとそこには漁師が立っていた。いつの間に来たのかわからないほどの距離に。漁師は白いものを見ようとはしなかった。視線は俺たちだけを捉えていた。そこは境だ。
越えると戻らない。もう一度前を見ると、白い背中はいなかった。ただ尾根の向こうからこちらを待つ気配だけが残っていた。下山してから違和感ははっきりした形になった。装備を片付けていると、ザックの縫い目に白い繊維が絡んでいるのに気づいた。獣の毛にしては細すぎる。指でつまむと軽いのに離れない。引っ張るほど絡みついてくる感触があった。同行者の装備にも同じものがついていた。全員分だ。尾根に立った時間は短かったのに。洗っても落ちない。乾かしても色が変わらない。時間が経つほどに存在感だけが増していった。数日後、あの漁師に再会した。白い繊維の話をすると、漁師は黙って聞いた後、短く言った。境を越えかけた証だ。理由を聞くと、漁師は視線を山の方へ向けた。山はあれを外に出さない。あれが出たら山が山じゃなくなる。返し方を教えられた。同じ山域に入り、境より手前で装備を地面に置く。それ以上は何もするな。言われた通りにすると、白い繊維は風にほどけるように消えていった。あれが何だったのかは今でもわからない。ただ一つ確かなのは、あの山には飼われているものがいるということだ。獣でも幽霊でもない。山が自分の内側に留めている何かだ。だからあの尾根には名前がない。名前をつけた瞬間、それは外に出てしまうからだ。あれは3年前の夏の話だ。俺は友人と2人で山の奥にある古い登山道を歩いていた。有名な山ではない。地元の人しか知らないような小さな山だ。昼過ぎに登り始めて、夕方前には降りてくる予定だった。登山道は最初は普通だった。木の階段があって、ところどころに案内の看板もある。だが、1時間ほど歩いた頃から様子が変わってきた。道が細くなり、草が生い茂り、人があまり通っていないのがわかる。友人が言った。この道、本当に合ってんの？俺も少し不安になって、スマホで地図を確認した。だが電波が弱くて、地図がなかなか表示されない。そのまま歩いていると、不意に道の横に小さな祠が見えた。高さは腰くらい。古い石で作られていて、屋根には苔がびっしりと生えている。明らかに古い。だが、妙に新しいのもあった。祠の前に赤い布が置かれていた。そして線香の灰。誰かが最近ここに来ている。すると友人が笑いながら言った。山の神様ってやつかな。
そう言って祠をスマホで撮影しだした。その時だった。カメラの画面に祠の奥が映った。暗い石の奥に何かが見えたんだ。人の顔のようなもの。だが次の瞬間には何もなかった。俺は画面を見直す。だがもうただの暗い石しか映っていなかった。今、なんか見えなかったか？俺がそう言うと友人は笑った。気のせいだろ。その後友人は祠の前に落ちていた赤い布を拾った。これ、何なんだろうな。そう言って軽い気持ちでそれをほどいた。その瞬間だった。山の空気が一気に静かになった。さっきまで鳴いていたセミが一斉に鳴き止む。風も止まった。山の中が不自然なくらい静かになった。そして祠の奥からガリッと石を引っかくような音が聞こえてきた。俺たちは顔を見合わせる。祠の中は暗く、奥はほとんど見えない。だが確かに中から音がしたんだ。友人は笑いながら言った。やべえ、怒らせたかな。その時だった。祠の奥の暗闇の中で何かがゆっくりと動いた。そして次の瞬間、祠の奥から長い髪の女の顔がこちらをはっきりと見ていたんだ。祠の奥に見えた顔、それは一瞬だった。だが確かに見えた。長い髪、青白い顔。暗い石の奥からこちらをじっと見ていた。俺は思わず一歩下がった。なあ、今見たか？友人に聞いた。だが友人は首を振る。何もいねえよ。そう言って祠の中を覗き込んだ。中はただの暗い石の空間だった。人の姿なんてない。さっき見たものは気のせい。そう思うしかなかった。そして山のセミがまた鳴き始めた。風も戻ってくる。友人は祠の前に落ちていた赤い布を手に持った。これ、持って帰るか。冗談のつもりだろう。だが俺はすぐ言った。いや、やめといてくれ。なんとなく嫌な感じがしたんだ。だが友人は笑った。ただの布だろ？そう言ってリュックに押し込んだ。俺たちはそのまま山を降り始めた。最初は何もなかった。だが途中から妙なことが起き始める。後ろから足音が聞こえてくる。ザッ、ザッと、俺たちの足音の後ろでもう一つ足音が続く。振り返るが誰もいない。山道には俺たちだけだった。俺が言う。今、足音聞こえたよな。友人も立ち止まる。ああ、ちゃんと聞こえてるよ。その時だった。ザッとまた足音。今度ははっきりと聞こえた。俺たちの後ろからもう一人誰かが歩いてきている。振り返る。だがやっぱり誰もいない。友人が小さく言った。さっきの祠？その瞬間だった。ザッとすぐ後ろで足音が止まった。俺はゆっくりと振り返る。誰もいない。だが地面を見た瞬間、背筋が凍った。土の上に足跡がある。裸足の足跡。女の足跡だった。それは山道をずっと続いている。そしてその足跡は俺のすぐ後ろで止まっていたんだ。まるで今、すぐ後ろに立っているみたいに。俺たちはその場からすぐに山を降りた。足跡のことはお互いに口に出さなかった。だが二人とも気づいていた。あれは俺たちのものではない。
しかも裸足だった。山道を裸足で歩く人間なんていない。そして急に山の空気が重く感じた。背中にずっと視線を感じるんだ。だけど振り返る勇気はなかった。とにかく急いで山を降りる。早くこの場所から離れたい。それだけだった。林道が見えたとき、ようやく安心した。車のところまで戻ると、友人が笑いながら言う。ビビりすぎだろ。だが笑い方が少し引きつっていた。そのまま車に乗り、山を出た。その日の夜だった。友人から電話が来た。声が震えている。なあ、赤い布なんだけどさ。家に帰ってからリュックから出したらしい。最初はただの古い布だった。だが広げた瞬間、中から何かが落ちたそうだ。それは黒い紙だった。束になった黒い紙。それを見た瞬間、友人は気味が悪くなって、すぐに袋に入れて捨てたらしい。だがその夜、友人は事故を起こした。夜の道路で突然ハンドルが動かなくなったらしい。車はそのままガードレールにぶつかった。だが幸い命は助かった。だが足を大きく怪我して、しばらく入院することになった。俺は次の日、病院に見舞いに行った。友人はベッドに横たわっている。顔色が悪かった。そして小さな声で言う。昨日さ、事故の直前、フロントガラスに何かが映ったらしい。長い髪の女。ボンネットの上にしゃがんで車の中を覗いていた。そしてその女はゆっくりと口を開いた。そしてこう言ったらしい。返せ。友人は震えながら言った。俺、もう捨てたんだ。だがその後もっと怖いことに気づいた。事故の後、警察が車を確認したとき、ボンネットの上に泥の足跡が残っていた。裸足の足跡。それはフロントガラスの前で止まり、運転席を覗く位置ではっきりと残っていた。そしてその足跡は今でも消えていないらしい。あの光景を思い出すのは、夏山の写真を見返した時だ。青空と緑の稜線の中に場違いな白が残っている写真を見ると、俺は必ずあの雪景のことを思い出す。その山は夏でも日陰に雪が残ることで知られていた。雪景自体は珍しくない。登山道の一部として注意点として記載されている程度のそんな場所だ。問題はその雪景の形だった。長く細く谷筋に沿って伸びている。遠くから見ると何かが横たわっているようにも見えた。実際に近づいたとき、妙な違和感があった。雪が硬すぎるんだ。夏の雪景にしては踏み跡がほとんど残らない。音もおかしかった。アイゼンが雪を噛むはずなのに、ザクッという感触がない。足の裏が薄い板の上を踏んでいるようだった。休憩中、何気なく雪景の中央を見た。その時、白いものが
動いているのが見えた。最初は雪の崩れだと思った。だが違った。細長い白が雪の中へとゆっくりと沈んでいく。崩れるでも割れるでもない。表面が波打つこともない。ただ形を保ったまま静かに下へ下へと吸い込まれていった。誰かが、今の、見たか？そう言いかけて言葉を飲み込んだ。見てはいけないものを全員が同時に見てしまった。そんな沈黙が雪渓の上に落ちていた。沈んでいく白を見た後、誰もすぐには動けなかった。怖かったというより、判断ができなくなった感覚に近い。自然現象だと言い聞かせるには、動きが不自然すぎた。雪なだれでも雪解けでもない。沈む速度が一定で、途中で形が崩れない。白いものは完全に雪の下へと消えた。跡も残らない。さっきまでそこにあったことだけが頭の中に残った。同行者の一人が、空洞があるんじゃないか？そう言った。確かに雪渓の下に空間があれば説明はつく。だがそれなら音がするはずだった。割れる音、崩れる音、空気が抜ける音。どれもなかった。慎重に沈んだ位置へと近づいた。雪面に異変はない。足を置いても沈み込まない。それなのに足元から下を意識させられる。高さも深さもわからないのに、下を見てはいけない場所に立っている感覚があった。その時、雪渓の端に立っていた同行者が急にこちらを見てこう言った。今、下で動いた。冗談に聞こえなかった。全員が同時に足の裏に伝わるかすかな振動を感じていた。それは揺れというより、中で何かが位置を変えた感触だった。山の中で地面の下にあるものを意識させられるのは本能的に危険だ。誰からともなくその場を離れることになった。だが背を向けた瞬間、雪渓の奥からかすかな摩擦音が聞こえてきた。雪と雪が擦れる音ではない。もっと生々しい音だった。雪渓を離れてからも足の裏の感覚が消えなかった。平坦な登山道に登っても地面の下が空いているような、そんな錯覚が続いたんだ。下山後、山小屋で休憩をしていると、管理人に雪渓の話をした。すると、表情が一瞬だけ変わったんだ。見たんですね。それ以上は
詳しい説明はなかった。ただ昔からある話として短く教えてくれた。あの設計はとどまる場所だという。流れてきたものが沈み、形を保ったまま残る。人でも獣でもないものが表に出られなくなったとき、あそこへ戻る。数年前、同じ場所で写真を撮った登山者がいたらしい。現像すると、雪渓の中央に細長い白い影が映っていた。影は下から上を見ている向きだった。それを最後に、その登山者は夏の山に行かなくなったという。俺たちもそれ以降、あの山域に入ってはいない。理由は単純だ。沈んだものは消えたわけじゃない。形を変えて次に現れる場所を待っているだけだと、はっきりと分かってしまったからだ。今でも山の中で急に静かになると、あの日のことを思い出す。音が消える前には必ず前触れがある。それを知ったのはかなり後になってからだった。その山に入ったのは何度目かの縦走の途中だった。特別な場所でも難所でもない。地元でもよく知られた山域で、危険な話も聞いたことはなかった。登り始めた時はいつも通りだった。鳥の声がして、足元では小さな虫が動いている。風もあり、空気は軽かった。異変は標高を上げてしばらくしてから起きた。気づいたら鳥の声がなくなっていたんだ。1羽や2羽ではない。全部だ。その代わりに自分たちの足音だけが目立つ。やけに大きく、やけに近い。休憩で立ち止まった瞬間、同行者の一人が小さく言った。なあ、静かすぎないか？その言葉で全員が同じことを考えていたと分かった。風は吹いているのに葉が鳴らない。枝も揺れていない。まるで山全体がこちらの様子を伺っているようだった。この時点ではまだ引き返す理由にはならなかった。天候も安定している。体調も問題はない。ただ余計なことはするな。そう無言で言われている感覚だけがそこにあった。あの日の静けさは山が起こる直前の呼吸の止まった時間だった。尾根に出る少し手前で完全に音が消えた。風は感じるのに草も木も鳴らない。自分たちだけが場違いな存在になったようだった。足を止めると不安が膨らむ。歩いている方がまだ紛れる。誰も口に出さなかったが、
全員が同じことを思っていた。ここは長居する場所ではない。そんな空気の中で同行者の一人が軽い調子で言った。なんかさ、山が機嫌悪そうだね。冗談のつもりだったんだと思う。実際笑いも含んでいた。だが、その言葉が出た瞬間、空気が一段沈んだんだ。その直後、風が一気に吹き下ろした。木々が揺れ、枝がぶつかり合う音が一度だけ激しくなった。そしてまた静かになった。誰も笑わなかった。笑える雰囲気じゃなかったんだ。冗談を言った本人も口を閉ざしていた。そしてさらに悪いことが起きた。道の脇に転がっていた古い石だ。苔に覆われ、角が丸くなっている。別の同行者が、なんだこれ、邪魔だな。そう言って軽く蹴った。石は音も立てずに斜面を転がった。普通ならどこかで止まるはずだった。だが、いつまで経ってもぶつかる音がしない。落ちきるまでの時間が明らかに長すぎたんだ。その瞬間、全員の足の裏に同時に嫌な振動が伝わった。山の中から今のは違う、そう言われた気がした。石を蹴ってから道の様子が明らかにおかしくなった。地図では緩やかなはずの登りが急に長く感じる。同じ景色が何度も繰り返される。歩いているのに進んでいない感覚があった。その時、先頭を歩いていた同行者が急に立ち止まった。道が途切れていた。だが正確には道はある。その先が山の中へ溶けているように見えたんだ。霧も出ていない。視界はある。それなのに進むべき方向がわからない。全員が同時に理解した。このまま進めば戻れなくなる。誰からともなくさっき蹴った石の話になった。冗談を言った言葉も思い出された。そこで初めて全員が口を揃えて謝った。山に向かってではない。足元に向かって静かに短く。すると不思議なことが起きた。風が戻った。鳥の声が一羽だけ聞こえた。道がはっきりと姿を現した。俺たちは無言のまま、そのまま下山した。振り返る者はいなかった。下山後、全員が無事だった。怪我も体調不良もない。ただ一つ共通していたことがある。あの日以来、誰一人として
あの山に入ってはいない。山が起こった理由ははっきりしている。そして山が返してくれた理由も。まだ外に出すほどではないと判断されただけだ。その年の秋は例年よりも早く冷え込んだ。10月の初め、俺は数年ぶりに地元へ帰った。大学進学を機に離れていてから盆にも正月にも帰っていなかった実家だ。特に理由はなかった。ただ都会での生活に慣れてしまって、ここで過ごした18年間がまるで別の人生のように遠ざかっていたんだ。駅に降り立つと鼻を刺すような木の匂いがした。駅前の通りは昔と変わらず、商店の軒先には朱色の提灯がぶら下がり、今夜の秋祭りの支度が進んでいた。風が運んでくる太鼓の音を聞いた瞬間、胸の奥がざわついた。懐かしさだけじゃない、言葉にならない、どこか重たいざわめきだった。夕方、連絡を取り合っていた高校の同級生、坂本と三友が迎えに来た。二人とも昔のままで笑い合いながら道を歩くと、時間が一気に巻き戻ったようだった。祭りの屋台を冷やかし、酒を飲み、たわいもない話をしているうちに、日は山の端へと沈んでいった。ふと三友が指さした先に暗くそびえる山が見えた。あの頂に村の誰もが近づくなと口を揃える祠があった。子供の頃、肝試し半分で行こうとした同級生が行方不明になったという話も聞いたことがある。誰も確かめようとしないまま、それは降りてくるものを封じる場所と呼ばれてきた。なあ、行ってみないか？あそこ。坂本が酒に酔った顔で言った。三友は最初こそ眉を潜めたが、すぐにいたずらっぽく笑った。大人になった今なら、ただの迷信かどうか、わかるんじゃない？胸の奥がざわついたままだった。だが、抑え込もうとしていた好奇心が静かに顔を出す。秋風が冷たく頬を撫で、太鼓の音がだんだん遠ざかっていく。俺たちは提灯の明かりが届かない参道へと足を踏み入れた。参道の入り口は子供の頃とほとんど変わっていなかった。鳥居は種が剥げ落ちて黒ずんでおり、石段の隙間には草が伸び放題だ。誰も通らなくなって久しいのが一目でわかる。にもかかわらず、足を踏み入れた途端、耳の奥でざわざわと音が鳴ったような気がした。風でも虫でもない。もっと湿った地の底から這い上がるような音だ。坂本は先頭を歩き、懐中電灯の光を揺らしながら笑っていた。
昔はここまで来ただけで腰を抜かしてたよな。などと冗談を言う声も妙に遠くに聞こえる。だが、三笘は無言だった。時折肩をすくめ、背後を振り返っている。俺も同じだった。木が風になるたび、まるで何かがこちらを追ってくるような、そんな気配が背筋を撫でていく。石段を登りきる頃には、祭りの音は完全に消えていた。代わりに耳に届くのは、葉のすれ合う音と自分たちの呼吸だけ。月明かりが途切れ途切れに差し込む坂道の先に、やがてぼんやりとそれが見えてきた。祠は思っていたよりもずっと小さかった。社というより石を積み上げたような塚のような形で、苔に覆われて原型をとどめていない。だが、ただの廃れた祠とは違う。周囲の空気がそこだけよどみ、吐く息が重くなった。坂本が一歩踏み出すと、土が湿った音を立てて沈んだ。おかしくないか？なあ、今日って晴れてたよな。三友が声を潜めた。足元の土は確かにじっとりと濡れている。雨が降った形跡などどこにもないのに、祠の周りだけがまるで水脈の上に立っているかのようだった。俺は近づくほどに体の奥で何かがざわめき出すのを感じていた。恐怖とも違う、もっと原始的な拒絶感。そこに踏み入ってはいけないと骨の奥が訴えているんだ。なのに足は止まらなかった。坂本が祠の前に立ち、苔を払いのけようとした瞬間、空気がガラッと変わった。どこからともなく低いうなりのような音が響いてきた。風は吹いていない。木々ももちろん揺れていない。それなのに俺たち三人を中心に空気が渦を巻き始めた。今、聞こえたか？三友の声が震えていた。俺も坂本も声が出なかった。その時、祠の奥からカランと何かが転がるような音が突然してきた。次の瞬間、冷たい風が吹き抜け、三人の明かりが一斉に消えた。闇が落ちた。月も星も覆われたように消え、目の前の友人たちの姿さえ見えなくなった。耳の奥が圧迫されるような静寂の中で、俺は呼吸だけを頼りに周囲を探った。懐中電灯を叩いても全然つかず、スマホの画面も真っ黒のままだった。光がここだけ拒まれているようだった。その時、坂本の短い叫び声が響いた。足音が一歩、二歩と後ずさる音。三友の息が荒くなる。何か、動いたぞ。ほら、祠の奥。
何かいる。耳を澄ますと、確かにそれはいた。と、土をするような、そんな音が奥から近づいてくる。四つ足でも二足でもない。不規則なリズム。腐った泥のような、そんな周期が漂い、吐き気がこみ上げてきた。光のない闇の中で、俺たちはただ固まっていた。何かがそこにいる。目が見えなくてもわかるほど濃い存在がこっちへ向かってきている。坂本が震える声で言った。なあ、帰ろう。マジでやばい。返事をしようと口を開いた瞬間、俺の足首に何かが触れた。冷たく湿った感触が這い上がってくる。反射的に振り払おうとしたが、逆に強く絡みつかれ、地面へと引きずり込まれそうになった。必死で足を引き抜くと、闇の中で、それはずるりと音を立てて後ずさった。見えないはずなのに、そこにいるとわかる。息を飲んで立ち尽くす俺たちの耳に、やがて声が届いた。返せ。人の声に似ているが、人ではなかった。舌が潰れたような、獣の喉鳴りのような、それでいて、はっきりとした言葉が地の底から響いてくる。なんだ今の。三友が悲鳴に近い声を漏らす。次の瞬間、祠の奥がぬらりと動いた。黒い闇が膨らんで形をなし、ゆっくりとそれが姿を現す。形は定まらなかった。人の背丈ほど高さがありながら、腕にも足にも見えるものが枝のようにうめき、まるで形を探しているように伸び縮みしていた。空気が腐ったような匂いがだんだん濃くなっていき、吐き気がこみ上げる。三友が立ち尽くす中、坂本がいきなり叫んだ。みんな、逃げろ。俺は反射的に駆け出した。しかし、次の瞬間、背後から衝撃が走った。何かが俺の肩口を掴んで、凄まじい力で引き倒したんだ。地面に叩きつけられ、肺の中に空気が一気に押し出される。視界がかすみ、右腕に焼けるような痛みが走った。それは、そこにいた。俺の真上に。無数の枝のような腕がうねり、俺を形ごと引き裂こうとするかのように迫ってきた。それと同時に、坂本と三友の叫びが遠くで響いた。地面に叩きつけられた衝撃で、世界が遠のいていく。肩から先が自分のものではないようにしびれ、温かいものがじわじわと染み出しているのが分かった。
耳鳴りの奥で坂本と三友が俺の名を呼んでいる。だがその声も遠く、世界は粘りついた暗闇に飲み込まれていった。それはすぐ目の前にいた。形があるようでなく、しかし確かに何かがそこに存在している。ゆらゆらと揺らめくその輪郭は、獣とも人ともつかず、節くれだった無数の足が地面を這いずり、骨のような音を立ててきしんでいる。それは息をしていた。まるで長い間封じられていたものが初めて空気を吸い込むような湿った音を立てて呼吸をしていた。返せ。返せよ。収めよ。低い声が地面を這うように響いた。祠の奥から吹き出す冷気が肌を刺し、空気がどろりと重くなる。坂本が懐中電灯を振り回し、三友が石を投げつけたが、光も衝撃もそれを通り抜けていく。まるで物質ではない何かがこちらを覗き込んでいた。気づくと、祠の周囲にある石碑がすべて崩れ落ちていた。子供の頃から触れるなと言われていた封印の印。それが一つまた一つと砕け、地面の下から何かが這い出してくる音がした。複数のものが土を押し分ける音。坂本が俺の腕を掴んで引きずり起こした。だが足が言うことを聞かない。痛みとめまいで体が自分のものではないようだ。それでも三友が肩を抱え、三人で必死に坂道を駆け下りた。背後から土を裂くようなそんな轟音が追いかけてきた。俺は途中で一度だけ振り返ってしまった。なんと振り返った先には祠の上空が割れていた。空間が裂けたように闇がうごめき、そこから何かが顔を出している。だが顔と呼べるものではない。黒く濁ったそんなような影が人の形になろうとしながら、いくつもの腕や足のようなものを枝分かれさせ、祠を這い出ていた。まるで山そのものが呼吸をしているような異様な光景だった。その後の記憶は曖昧だ。気がつけば俺は病院のベッドの上にいた。右腕は固定され、肋骨にひびが入っているとそう告げられた。坂本と三友は軽傷で済んだが、俺たちが倒れていた山道には誰の足跡も残っていなかったと聞かされた。一体あれは何だったのか。退院後、地元の古い記録を探した。すると、数百年前の厄災を封じるために祠の下にそれを沈めたという記述が残っていた。名前は書かれていなかったが、それにはこう書かれていた。地を這い、足を持ち、人に尽きて村を食う者。
とあった。俺は夜になると傷の痛みが増す。眠りの淵であの声が耳によみがえる。返せ。祠に返せ。夢の中で山がうごめいている。足のようなものが地面の底からゆっくりとこちらに降ってくるんだ。あれは仕事帰りの夜だった。俺は山道を車で走っていた。近道になる林道があって、よくそこを通って帰っていた。街灯はほとんどない。ヘッドライトだけが頼りの道だ。山道は細く、カーブが多い。対向車もほとんど来ない。その日もいつもと同じ道を走っていた。山の真ん中あたりまで来た頃だった。道の脇に妙なものが見えた。古い電話ボックス。山の中なのにポツンと立っていたんだ。ガラスは少し曇っている。だが中の電話はまだ残っていた。こんな山奥に電話ボックスなんて俺は見た覚えがない。何度も通っている道だ。だがその日ははっきりとそこにあった。俺は少し気になって車を止めてみることにした。エンジンを切る。山は静かだった。虫の声だけが聞こえてくる。俺は電話ボックスの中を覗く。誰もいない。ただ古い電話機があるだけだった。受話器もちゃんとかかっている。だがその時、リンと小さな音が聞こえた。俺は動きを止める。今音がしたんだ。電話の音だった。電話ボックスの中の電話が鳴っていたんだ。山の中の電話、電線も見えない。それなのに電話は鳴り続けていたんだ。俺はしばらく見ていたが、鳴り止む気配はなかった。誰かがずっとかけている。そう思うと妙に気になった。俺はドアを開ける。ガラスのドアがギーッと音を立てた。中に入ると、やっぱり電話は鳴り続けていた。俺はゆっくりと受話器を取る。そして耳に当てた。だが最初は何も聞こえてはこなかった。だが数秒後、小さな声が聞こえた。女の人の声で、そしてこう言った。まだ、そこにいる？受話器の向こうから女の声が聞こえた。まだ、そこにいる？小さな声だった。電波が悪いのか少し途切れている。俺はとっさに答えた。もしもし？だが相手はすぐに続けた。そこから動かないでね。その言い方が妙だった。まるで今いる俺の場所を知っているみたいだった。俺は電話ボックスの中を見回した。誰もいない。山道も真っ暗だ。俺は聞いてみることにした。誰ですか？数秒沈黙が続く。そして女ははっきりとした声で言った。そこから動いたら死ぬよ。その言葉で背中が冷たくなった。ただのいたずら電話かもしれない。そう思った。だがその時、電話の向こうから別の音が聞こえてきた。車の音だった。エンジン音。走っている車の音。それもかなり速い。山道を飛ばしているような音だった。そして女の声がまた聞こえた。今から来る。すぐ来る。
その瞬間、遠くのカーブの向こうからヘッドライトが見えた。一台の車だった。かなりのスピードで山道を走ってくる。俺は思わず電話ボックスの外に出た。その車は明らかに速すぎた。このカーブの多い山道であんな速度は危ない。そして次の瞬間、タイヤの音が響いた。車はカーブを曲がりきれなかった。そしてそのままガードレールにぶつかった。ドンという音が山に響く。俺は驚いて事故の場所へと走った。車は止まっていた。フロントは潰れている。運転席のドアが少し開いていた。中を見ると、運転をしていたのは若い女だった。だが女は動かない。目も閉じたままだった。その時だった。ポケットのスマホが突然震えた。画面を見る。知らない番号から着信が来ていた。俺はゆっくり通話を押した。そして耳に当てると、さっき電話ボックスで聞いたあの女の声が聞こえてきた。だから言ったのに、動くなって。電話を耳に当てたまま、俺は事故車を見ていた。車は大きく潰れている。ヘッドライトも割れて、煙が少し上がっていた。運転席の女は全く動かない。さっきと同じ声がスマホの向こうから聞こえてくる。だから言ったのに、動くなって。俺は思わず言った。今、事故が起きたんだ。すると女は小さく笑った。そしてこう言った。知ってる。その言い方がおかしかった。まるでその場を見ているみたいだった。俺は事故車の方を見る。運転席の女はまだ動かない。ドアは少し開いている。その時だった。スマホの向こうの女がゆっくりと言った。今、どこにいる？俺は答えた。山の電話ボックスの前だ。するとしばらく沈黙があった。そして女の声が震え始めた。おかしい。そこに電話ボックスなんてないよ。俺は思わず後ろを見る。さっきまで確かにあった古い電話ボックス。だがそこには何もなかったんだ。ただの山道だった。ガラスの箱も電話機も後すらない。俺は言葉が出なかった。そしてスマホの向こうで女が小さく言った。私、そこで事故したの。それは5年前の話らしい。山道で事故を起こした女がいた。夜のカーブで車が滑ってぶつかった。その事故の場所が今俺が立っている場所だった。そして女は最後にこう言った。事故の前に電話が鳴ったの。山の中の電話ボックス。受話器を取ると女の声が言った。そこから動くな。だが女はその電話を無視して車を走らせた。そして事故を起こした。そしてスマホの向こうで女が小さく言う。だから今、あなたに電話をしたの。その瞬間俺は気づいた。事故車の運転席、さっきまでいた女がいなくなっていたんだ。そして背後で電話の音が鳴った。振り返る。山道の脇にさっきの古い電話ボックスがまた立っていた。中の電話が鳴り続けている。そしてガラス越しの中に長い髪の女が立っていた。受話器を持ったままじっと俺を見ていた。